こんにちは、闇のやり込みプレイヤーことのはあかねです。あなたは霊魂の存在を信じますか？人間は古来より目に見えない存在を恐れ、敬い、共に生きてきました。しかし現代を生きる我々はそのことを忘れ、物質的な豊かさばかり追求するようになってしまったとは思いませんか？そんな時代だからこそ、今一度目に見えない霊魂という存在に目を向けるべきなのかもしれませんね。というわけで今回は幽霊をテーマにしたビルド、亡霊戦士の作り方を紹介します。なんだこの導入。まずは種族ですが、ノルドの女性にします。幽霊といえば霊気耐性の高さが特徴ですし、人々を恐怖させられるのも幽霊らしいからです。名前は、ゴーストといえば囁くということでウィスパーにします。それではヘルゲンを脱出します。ハドバルかレイロフどちらと逃げるか選べるのですが、今回はレイロフルートにします。最初に戦う帝国軍兵士を倒せば、すぐに全身分の軽装備が揃うからです。今回のビルドでは主に軽装備と片手武器を使うので、道中の敵は倒しながらスキル経験値を稼ぎます。リバーウッドに着いたら、適当に革を4つ用意して、アルボアから紅玉のインゴットを1つ購入します。そうしたらこれらを材料にして、冒険者のバックパックを作成します。バックパックは他の装備枠を使うことなくステータスを強化できるので、スタミナが重要な今回のビルドでは有用なアイテムになります。ホワイトランから馬車でウィンドヘルムに向かって、そこから南西に進むと、マーラの目の池に到着します。地下の吸血鬼からサングイネア吸血症をもらったら、すぐそばのコンシュの間に逃げ込んで、3日間待機します。これでこのキャラは吸血鬼になりました。そうしたらそのままコンシュの間のクエストを進めて、血虫の兜を入手します。これはアンデッドに対するダメージを 25% 強化する効果で、プレイヤーがアンデッドなら自分に対する魔法も強化できます。試しにこの状態で冒険者のバックパックを付け直すと、スタミナと所持重量の上昇が 25% 増加しました。それ以上に重要なことは、この時点でこのキャラはアンデッドに固定されたということです。詳しくは聖職者アンデッドになる方法という動画を見てほしいのですが、ゲーム開始後なるべく早く吸血鬼になることで、その後吸血鬼を治療しても永遠にアンデッド状態が続くようになります。ゲームを開始したらまずアンデッドに固定する。これが令和のスカイリムの新常識なので覚えておいてください。クエストが完了したら、黒鉱石や黒炭のインゴット、その他金目のものを回収してからさらなる資金調達に向かいます。ここからは長距離を移動する必要があるので、移動手段を手に入れるためウィンターホールド大学に来ました。ファラルダから入学試験を受けて、アルケイナウムに入ります。ここのカウンターの上にソランの日記があるので、これを読んで伝説の生物のクエストを開始します。リフテン東に出現する一角獣を捕まえるクエストです。というわけで早速捕まえました。ついでにリフテンから北に坂を下って、監視塔エリアを抜けたら、右斜め前の坂を登ると、ゼニタールのアミュレットが落ちてるので拾います。今度はホワイトランから東に向かって、儀式の石碑をセットします。そうしたらマルカルスに向かって、街道を北上して、ブラインドクリフ洞窟まで着いたら、川を渡って、崖を登って、フォースカルの監視所へ行きます。ここにはエイゴーンとオレンという人物の死体が配置されているのですが、儀式の石碑で蘇らせます。彼らは強力な装備をしているので、山賊程度なら簡単に倒してくれます。周囲の山賊を全滅させたら、ブラインドクリフ洞窟にファストトラベルします。近距離なので儀式の石碑が切れることなく死体もついてきます。そうしたら24時間待機して儀式の石碑を解除して、死体から鎧を回収します。その後再び儀式の石碑で蘇らせて、洞窟の中に入ると、2人の鎧が復活します。入り口近くの敵は2人に倒してもらって、また24時間待機して、装備を回収して、儀式の石碑を発動してから外に出ると、また鎧が復活してるので、これを繰り返せばいくらでも鎧を集められます。というわけで2人の鎧を6セットずつ集めました。当然重量オーバーでまともに動けませんが、適当な死体に鎧を詰め込んでから、虫の杖で蘇生すれば、死体をカバン代わりにして持ち運べます。そうしたらウィンドヘルムで物乞いに1ゴールド渡してから、ソルスセイムに渡ります。聖堂でメファーラの祝福を得て、
鍛冶屋のそばで死体から鎧を回収して、ゼニタールのアミュレットとクルセイダーの兜を装備して交渉ボーナスをできるだけ高めます。それでは集めた鎧を売り払います。商人の所持金がなくなったら、セーブしてから殴って敵対して、ロードすれば所持金が復活するので、これを繰り返して全ての鎧を売り切ります。集めた鎧と攻守の間の戦利品を全て売ったら、所持金は35,000ゴールドまで増えました。注意点として、極端のインゴット、黒鉱石、クルセイダーの兜は使い道があるので売らずに残しておきます。次は家事スキルを鍛えたいので戦士の石碑をセットして、さらに急速ボーナスを得て経験値を稼ぎやすくします。そうしたら鍛冶屋から革と革紐をあるだけ購入します。殴りリロードを繰り返してひたすら革と革紐を購入し続けて、革1250個、革紐2500個を集めます。あとはこれらを材料にして、石膏の革ごてをひたすら作り続けます。これは革1つと革紐2つで作成可能で、材料の割に価値が高く家事スキル稼ぎに向いたアイテムです。というわけでしばらくボタンを連打し続けて、家事スキルを100まで上げました。作った石膏の革ごては、1232個になりました。お金はまだまだ必要なので、すべてを売り切るまで殴りリロードを繰り返します。次は魔術スキルを鍛えます。宮廷魔術師から、豆苗と聖者の光を購入します。リフテンの酒場でマラマルから結婚についての話を聞いて、マーラのアミュレットを購入します。さらにマーラ聖堂でマーラの祝福を得れば、合計で回復呪文の消費を 25% 軽減できます。そうしたら魔術師の石碑をセットして、宿屋で急速ボーナスを得てから、ドレビスに話しかけて、レオカセル大学関連の仕事は何かあるかという選択肢を選びます。すると魔法エネルギーの収束点を浄化するクエストが開始されるので、秘術の同調手袋を装備してから秘術の収束点を調べます。この際ランダムでバグが発生することがあるのですが、目当てのものが発生しなかったらリセットして再び調べ直します。これを何度か繰り返せば、そのうちプラス100マジカ上昇というバグが発生します。これはマジカの最大値が上昇する効果に見えますが、実際にはものすごい勢いでマジカが回復し続けます。これが発生したら素人のフードをかぶってから、ミッテンでドラウグドに聖者の光を当てて回復スキルを鍛えます。スキルレベルが40まで上がったら、一度ミッテンから出て、コレットから聖者の息吹を購入します。そうしたらまたミッテンに戻って聖者の息吹で回復スキルを鍛えます。というわけで回復スキルを70まで上げました。次は馬車でソリチュードに向かって、門の前まで着いたら、崖の上めがけて豆苗を発射します。するとなぜかものすごい勢いで編成スキルが上昇します。あまりに上昇速度が速すぎるのでこまめにスキルツリー画面を開いて、編成スキルが70まで上がっているのを確認したら、ファストトラベルでその場を離脱します。次はある程度強力な装備が欲しいので、酔いどれハンツマンでカウンターの上のメモを読んで、勇者の戦いのクエストを開始します。帝国軍の鎧を着た状態でアドベンタスカエセニウス特使に話しかけて、帝国軍武器庫の鍵をもらえます。それでは武器庫の宝箱から、帝国軍のドラゴンの盾と、ドラゴンの誓いを回収します。そのままソリチュードを探索して、街中をうろついてるデルベニンに話しかけます。これで乱心のクエストが始まります。多少攻撃を受ける可能性もありますが、ほぼ戦闘なしでクリア可能です。というわけで乱心をクリアして、ワバジャックを入手しました。次はウィンドヘルムのキャンドルハースホールで噂話を聞いて、消えた商人のクエストを開始します。本来なら目標の人物を倒して死体から日記を読むという流れになるのですが、小屋の中の死体を調べて、マッサーの指輪を回収すれば、戦闘なしでもクエストを進められます。指輪を持った状態で行商人のマドランに話しかけると、デイドラの鎧を売られたようだなという選択肢が出ます。これを選ぶとまたいくつか選択肢が出るのですが、一番下を選んで5000ゴールド払います。これでデイドラメイル装備一式が手に入ります。これは軽装カテゴリーのデイドラ鎧なのですが、なぜか兜だけは重装備しかもらえません。というわけで兜はこれまで通り血虫の兜をかぶります。行商人のリサードに話しかけて、街道で問題を抱えているようだなという選択肢を選ぶと、力の均衡のクエストが始まります。目標の山賊を倒して日記を読めばクエストが進むのですが、現在の戦力で倒すのはほぼ不可能です。というわけで、
まず服を脱ぎます。マッサーの指輪だけは残しておいて、あとは武器も含めて装備をすべて外します。そうしたら夜になるのを待って、吸血鬼の第4段階で使用可能になるパワー、暗影の包容を発動して透明になります。あとはしゃがんで近づいて、インベントリを開いて日記を読めば、倒さなくてもクエストを進められます。これと同じことをあと3回繰り返せば、ソリチュードの下水道に入れるようになります。道中の雑魚は避けながら進んで、ソロンの元までたどり着いたら、バトルくらいを発動、恐怖状態にした隙にテーブルを調べて、琥珀と狂気の功績に関するメモを読みます。下水道を出ると、セイントとセデューサーの山賊がそれぞれ一度ずつ襲撃してきます。当然勝てるはずもないので、巨人のそばに出現させて倒してもらいます。その後はダークウォータークロッシング東に出現するエベスラを倒すのですが、まともに倒すのは厳しいのでバトルくらいを発動して、恐怖状態にした隙にワバジャックで攻撃します。即死が出ればそれに越したことはありませんが、ワバジャックのダメージは難易度が影響しないので普通に攻撃手段として有効です。というわけで死体を調べて、魔法火事のエプロンを入手します。火事強化の体装備はランダム出現しないので、自作しない限りはこれしか手に入りません。次は少し難易度が高いダンジョンを攻略するので、行商人からコルクバルブの根を2つ購入します。そしたら精霊の石碑から東に進んで、アンシルバンドまでやってきました。入り口そばのドラウグルはワバジャックで倒して、右側のホラー穴を進みます。こちらは本来ボスを倒した後のショートカット用の通路なのですが、うまい具合にクモの巣を乗り継いでいくと、崖の上まで登れます。ただし出口用の扉は鍵がかかっているので、左手前方パワーアタックを使用して、体がめり込んだ瞬間にコルクバルブの根をかじります。すると、扉の向こうに抜けられます。そのまま逆走すると今度は達人難易度の鍵がかかった扉があるので、こちらも同じようにして通り抜けます。これでボスの元までたどり着けました。ここでもワバジャックで攻撃して、ボスを倒すと、ゴーストブレイドが手に入ります。はっきり言ってあまり強くないのですが、幽霊をテーマにする以上はこれをどうにかして活躍させます。ちなみに説明文には防御虫の3ダメージを与えると書いてありますが、実際には無属性の魔法ダメージを与える効果です。なので魔法耐性で普通に軽減されてしまいます。まあ、そもそもの数値が低すぎるのでどうでもいい話ですが、そろそろ吸血鬼を直したいので、適当に今学の藤吹を購入して、黒鉱石に魂を捕らえます。そうしたらモーサルでファリオンに黒鉱石を渡して、儀式場までやってきました。ここでレベルを上げます。ステータスの上昇はすべて体力に振り分けて、レベル26まで上がりました。血虫の兜を装備してることを確認したら、回復パークの聖職者をまず取得して、編成パークの魔法耐性ランク3、火事パークの鋼鉄の鍛造術と魔法火事、防御パークのシールドウォールランク2、軽装パークの巧みな軽戦士ランク1、片手武器パークのアームズマンランク2と戦闘の構えを取得します。それではファリオンに話しかけて、吸血鬼を直しました。本来ならこの時点で聖職者や血虫の兜による強化は得られなくなるはずですが、試しに冒険者のバックパックを付け直してみます。すると、吸血鬼は治ったはずなのに聖職者と血虫の兜で強化されて効果が 1.56 倍になってます。これが序盤でこのキャラをアンデッドに固定した効果です。吸血鬼のデメリットなしで恩恵だけを受けられるわけですから、これは常識になるのも納得の強力なテクニックですね。引き続き装備やボーナスを集めたいのですが、魔法耐性に不安があるので、リフテンのマーラ聖堂にやってきました。ここでディンヤバリュに話しかけると、愛の書のクエストが始まります。スカイリムの各地で恋人たちの手助けをしたら、必ず血虫の兜を装備した状態で報告します。これでマーラの使徒のボーナスを得られました。編成パークの魔法耐性やマーラの使徒は、自身がアンデッドなら聖職者や血虫の兜で強化可能なので、これで現在の魔法耐性は 70% まで上がりました。さらに精霊の石碑をセットすれば、魔法に対してはかなり頑丈になります。というわけで攻守の間から北西に進んで、シアーポイントまでやってきました。言葉の壁に近づくとクロスが出現するので、ドラゴンの誓いで攻撃して倒します。相手の魔法はかなり軽減できてますし、攻撃面では炎の不死がいいダメージを出せてます。というわけで安定して倒せるので、死体を調べて、
クロスを入手します。防御力が高いだけで付属効果は全く役に立ちませんが、これが今回のビルドで重要な意味を持つので装備しておきます。次はリフ天空で水底からのものに話しかけて、計り知れない深みのクエストを開始します。アバンチンゼルに渡された辞典を返しに行くのですが、戦闘する必要はないのでひたすら駆け抜けて、最深部に着いたら、辞典を保管庫にセットして、古の知識のボーナスを得ます。説明文を読んでもよくわかりませんが、ドワーフ以外の鎧の防御力を 25%、単装強化を 15% 上昇させる効果になってます。ボスを倒す必要はないので、古の知識だけもらったらさっさと脱出します。次はレイブンロックから北に向かって、ホワイトリッジの墓場まで来ました。ここでも道中は駆け抜けて、メリラーが出てくる広間も通り抜けて、黒の書、血色の悪い節制の中に逃げ込みます。ここでも敵は無視して駆け抜けます。台座の上にある死の獣との巻物が忘れずに回収して、左右で力の探求者のボーナスを得ます。これは戦闘スキルを 10% 上昇させる効果で、片手武器と単装両方の面から攻撃力を強化してくれます。黒の書の外に出たらバトルくらいを使って、檻の下の小部屋に入って、ベッドの脇を調べると、メリラーの檻の扉の鍵が落ちてるので、これを拾えばメリラーを倒さなくても出口の鍵を開けられます。次はホワイトランの衛兵の宿舎に入って、棚の上の手帳を読みます。すると鍛冶屋と斬撃のクエストが始まります。エンバーシャード鉱山で鍛冶屋を探すクエストで、鋳造器具の近くに目標の鍛冶屋がいるのですが、現時点では叶わないのでバトルくらいで逃走させます。用があるのは鍛冶屋のそばにいた山賊の王で、こいつを倒して死体を調べると、付属されたオークプレートの鎧一式を装備しています。特に重要なのがオークプレートのコテです。家事強化 25% のコテはかなりレベルを上げないと出現しないのですが、このクエストならレベル1から入手可能です。装備を回収したら鍛冶屋の恐怖状態が切れる前にさっさと逃げます。次はタルバスを従者にするためにテルミスリンまで来ました。ネロスと会話してから外に出るとタルバスからアッシュガーディアンの討伐を依頼されます。現時点では叶わないので崖の下に降りて川辺にいるバーンスプリガンにわざと見つかります。そのままアッシュガーディアンの元まで連れて行って代わりに戦ってもらいます。アッシュガーディアンが倒れたらタルバスに報告して従者として雇います。そうしたらホワイトランの門の前まで移動して足元に死の獣との巻物を落とします。指示を出して巻物を拾わせてから外に出て中に戻るとなぜかまた巻物が落ちてます。従者のインベントリにもちゃんと死の獣との巻物が入ってるので、これを繰り返せばいくらでも数を増やすことができます。というわけで死の獣との巻物を7つほどに増やしておきました。そうしたら戦士の石碑をセットしてから適当な死体のある場所まで移動します。タルバスに死の獣との巻物を1つ渡して馬に攻撃指示を出すと死体に死の獣との巻物を使おうとするので間に割り込んで受け止めます。すると上昇した治癒という見慣れないバフが発生しています。実は死の獣とやその巻物には対象の自動回復を強化する効果があって、これは生きている相手にも有効です。なので従者に死の獣との巻物を使用させて自分で受ければ、自分自身の自動回復を強化できるというわけです。対象がアンデッドなら聖職者で強化できるので、タルバスにかけてもらうのが最適となります。効果時間は死の獣と同じなのでほぼ永続なのですが、衛兵に捕まるなどの行動を取ると消えてしまいます。クエストによっては強制的に解除されてしまうので、その都度かけ直しが必要になります。次はスキル稼ぎを行うので、バナードメアで急速ボーナスを得たら、眠りの木の野営地まで行きます。難易度をベリーイージーまで下げてから、巨人とマンモスに殴られて防御と軽装スキルを鍛えます。体力が減ってきたら、経験値が溜まっている場合はレベルアップで回復します。そうでない場合は近くの洞窟に逃げ込んで、1時間待機すれば体力が全開するので、これを繰り返せばいくらでも殴られ続けることができます。シールドウォールと適切な装備は取れるようになったらすぐ取ります。
徐々に防御力が上がっていくので、最終的にはほぼ回復なしで耐えられるようになります。というわけで防御スキルを100、軽装スキルを60まで鍛えて、レベルを34まで上げました。防御力が上がれば体力に余裕ができるので、スタミナにも40ほど振り分けておきます。それでは血虫の兜をかぶってから、防御パークのシールドウォールランク5、属性防御、ブロックランナー、軽装パークのウィンドウォーカーを取得します。ウィンドウォーカーは自身がアンデッドなら聖職者と血虫の兜で強化可能なので、現在のスタミナ回復速度は 178% になってます。ところがクロシスを装備して、もう一度スタミナ回復速度を見てみると、256% に上昇しています。実はデイドラメイルシリーズには変わった特徴があって、軽装のドラゴンプリーストの仮面と同時に装備すると、一部のパークが二重に適用されます。なのでウィンドウォーカーが二重に適用されてスタミナ回復速度がプラス 156% されたわけです。そしてこの効果は、巧みな動作にも有効です。もともとは物理攻撃を 10% で回避するという頼りない効果でしたが、これを利用すれば約 20% の確率で物理攻撃を回避できるようになります。特別な付持こそされてませんが、回避率を限界以上に上げられる唯一の装備がデイドラメイルというわけです。とはいえ現在はまだ軽装スキル60なので、この恩恵にあやかれるのは先の話になります。とりあえずスキル稼ぎはこれで終了なので、血虫の兜を装備した状態で淑女の石碑をセットします。体力とスタミナの回復速度を 25% 上昇させる効果ですが、これも聖職者と血虫の兜で強化可能です。これで現在のスタミナ回復速度は 295% まで上がりました。ここまで回復速度を上げればパワーアタックやバッシュをかなり快適に使えるようになります。それではいよいよ装備の鍛造を行うので、まずはレディアント装具店で買い物をします。目当てのものが出るまで殴りリロードを繰り返して、鍛造術の首飾り極限、鍛造術の指輪極限と、光明差の首飾り極限、光明差の指輪極限を購入します。そうしたら錬金術師から火事の霊薬を購入して、ウィンターホールド大学の自室と、平成の間でエクトプラズムを計3つ拾って、適当に鉄のインゴットを1つ用意します。それでは血虫の兜をかぶった状態で、火事の霊薬を飲んで、オークプレートのコテ、鍛造術の指輪と首飾りを装備して、最後に魔法火事のエプロンを装備します。魔法火事のエプロンは頭装備と一体で、血虫の兜が外れてしまうので必ず最後につけなくてはなりません。それではクロシス、デイドラメイル、デイドラメイルのブーツ、デイドラメイルのコテ、ゴーストブレイドを鍛造します。これらを装備すると、現在の防御力は730まで上がりました。巧みな軽戦士はランク1しか取ってないのですが、それでも余裕でカンストしています。そして攻撃力は、不樹装備の補正込みで130まで上がりました。難易度レジェンダリーでは少し物足りない数値ですが、これでようやくまともに戦えるようになります。というわけで次はメインクエストを進めます。フリークフォール墓地をクリアして、ドラゴンを倒して、ウステングラブまでやってきました。ここの最下層の言葉の壁から、霊体化のシャウトを習得します。デルフィンから角笛を受け取って、アーンゲールに渡してから、ウステングラブの台座を調べると、なぜかドラゴンソウルを吸収できます。それでは霊体化を解放します。一定時間無敵になれる便利シャウトですが、このビルドでは特別な意味を持ってます。まずは血虫の兜を装備して、霊体化を発動。効果時間中にスキルツリーを開いて、シールドチャージを取得します。本来ならシールドチャージ中は通常より多くスタミナを消費するのですが、霊体化中にパークを取得することで、シールドチャージ時の追加のスタミナ消費が発生しなくなります。要するに通常のダッシュと同じ感覚でシールドチャージが使えるということです。さらに自身がアンデッドなら聖職者と血虫の兜で効果範囲を広げられるので、このくらい離れてる相手でも吹き飛ばすことができるようになります。それとダッシュ中のスタミナ消費には武器の重量も影響します。ゴーストブレイドは重量が1しかないので、それだけスタミナ消費を抑えられます。攻撃力ではどうあがいても上位には入れませんが、シールドチャージとの相性という点では優れた武器だと言えます。それでは残りの幽霊関係のアイテムやボーナスを回収しに行きます。まずはマルカルス南東のアルクンザムズを攻略します。ここでは主にファルメルが出現するのですが、毒の追加効果が結構痛いです。
霊体化でダメージを打ち消したり、シールドチャージで点灯させるなどの工夫が必要になります。ちなみに霊体化中にシールドチャージを発動しても、霊体化は解除されませんし、スタミナ消費もありません。さらにパワーアタックで霊体化を解除してもスタミナは消費されないので、これらを理解しておくとより効率的に戦えます。最深部でエセリウムの破片を入手したら、カトリアの日記の膣に従って残り3つも手に入れます。そうしたらビサルフトの遺跡の封印を解いて、ポーチマスターを倒して、エセリウムの装備を作成します。3種類の中から1つを選ぶのですが、今回作成するのはもちろん、エセリウムの盾です。この盾にはバッシュを当てた相手を数秒間霊体にした上で逃走させる効果があります。敵が複数いる場合に一時的に数を減らしたり、しもべを霊体化させてその隙に召喚士を叩くなどの使い方が有効です。ちなみに防御パークのディスアームバッシュを取得すると、パワーバッシュ使用時にエセリウムの盾の効果が発動しなくなってしまいます。なのでこの盾を使うならディスアームバッシュは取らない方がいいです。次はメインクエストの続きを再開して、世界の喉の完了まで進めます。その後はパーサーナックスから力の言葉の瞑想について教えてもらえるので、フィームを選択して永遠なる魂のボーナスを得ます。これは霊体化中の体力回復速度を 25% 上昇させる効果で、ピンチになった際に霊体化を発動させれば、体力回復手段として使えるようになります。この効果も聖職者と血虫の兜で強化できるので、必ず血虫の兜を装備した状態でパーサーナックスに話しかけるようにします。これでこのビルドの基本は完成しました。あとは各地でクエストをこなしていけば、自然と強くなっていくはずです。というわけで最後にこのビルドに有効なボーナスやアイテムを紹介して終わります。ディベラの首都、マルカルスのディベラ聖堂で発生するクエスト。ディベラの心臓のクリア報酬で得られるボーナスです。異性に対する物理ダメージを 10% 強化する効果なのですが、プレイヤーが女性の場合なぜかほぼ全てのクリーチャーに対するダメージが 10% 上昇します。テーマと関係ないので後に回しましたが、これはもっと早く取っていいボーナスです。ボーンウルフの復讐、狼の女王の目覚めクリア後、配達人から渡される手紙を読むと発生するクエスト、眠れる狼を起こすなのクリア報酬としてもらえるペット、ボーンウルフを連れてる間だけ得られるボーナスです。アンデッドに対するダメージを 25% 強化する効果で、アンデッド限定とはいえダメージが 25% も上がるのはかなり強力です。白き小瓶、ウィンドヘルムのホワイトファイアルで受けられるクエスト、ホワイトファイアルをクリアして、3日後に送られてくる手紙を読むと発生する小瓶の修理のクリア報酬としてもらえるアイテムです。いくつかの効果の中から1つを選ぶのですが、戦いで威力のある攻撃を繰り出したいを選べば、片手武器ダメージプラス 50% の効果になります。これは一度使っても、24時間経てば復活するので、パワーのような感覚で使えます。世界の喉のクリアがクエストの発生条件なので手が出しづらいのですが、今回のビルドではすでにクリア済みなので比較的簡単に入手できます。というわけで亡霊戦士の作り方の紹介でした。霊体化、シールドチャージ、エセリウムの盾などを活用したテクニカルな戦いが楽しめるので、良ければあなたも亡霊戦士を作って、目に見えない存在を身近に感じてみてはいかがでしょうか。それはもういい。それでは今回の動画は以上となります。良ければいいね、高評価してもらえると励みになります。それではまた次回お会いしましょう。